改めましてパトンあきこです。国際結婚8年目にして夫婦別々の道を歩むことになり、私は子供3人を連れてアメリカでホームレスになりました。このチャンネルではリアリスティックな私たちの生活を動画にしています。家族で住んでいたオクラホマの家を出ていくことになり、行く場所がなかった私たちははるばるカリフォルニアのサンディエゴのお友達の家まで運転し、友達の家に2週間ほど滞在させてもらいました。しかしいつまでも友達に甘えるわけにもいかないので、なんとか自分の力で子供3人を養っていくために一度オクラホマの方に帰ることにしました。今回の動画はサンディエゴからオクラホマまでのロードトリップ出発日の様子になります。お楽しみください。はい、ではとりあえず国境のユマの方に向かいたいと思います。Road toward Crown Street. In 800 feet, turn right onto Hilda Road. 暑くなる前にアリゾナの砂漠を通過したいので、朝4時の出発です。しばらくはカリフォルニアともお別れです。ちょっと休憩します。子供たちも起きてきたのでね、寝起きちょっと機嫌が悪い。暑いですね、やっぱり砂漠は朝といえど。子供たちをねトイレに連れて行きました。はい、では今までまた運転して行ってきます。はい、もう砂漠を通り抜けたい。はい、ユマに着きました。とうとう。はい、ガソリンを入れます。はい、はい、ありがとう。このアイスチェストにはアイスとジュースとサンドイッチを小分けに分けて入れてます。チーズとかぶどう、これぶどうですね。あとみかんとか。ありがとう。美味しいですか？喉乾いてないかな。このバッグの中に小さくおやつを小分けにしてます。シリアルとかスコーン、プレッツェル、グラノーラ。お水は水筒を一人一人作ってます。あとはティーバッグ、紅茶と緑茶、コーヒー、あとご飯もこの中に入れてます。ねえ、暑いね。じゃあ暑くまだね、朝のこれ8時かな。本格的に暑くなる前にここを通り抜けようと思います。こんにちは。先日メールをさせてもらったあきこと言います。パサダに住んでいる日本人の方がいて、その人の発信とか見てすごく私興味があって会いたいなと思ってたナナさんって方がいるんですけど、その方にメールを
昨日送ってて、今日返信がさっきあったので、ぜひ家にいらしてくださいとのことだったので、セドナに向かいたいと思います。今から4時間半ぐらいかな、セドナの方に山を登りに行きたいと思います。まだよ、今からハイウェイ乗るよ。さっきナナさんに電話したんですけど、今日ナナさんの家にホピ族の方が、インディアンのホピ族の方が来るということだったので、もし会えればなんか面白そうだなと思っています。サボテンって8年で30ミリ程度しか成長せず、70年ほどかけて8メートルに成長し、それから初めて枝が伸びるそうです。オクラホマの方に帰ろうと決めた一つの理由に、子供たちがやっぱりダディがいないと寂しがるっていうのと、家を離れる時にその親権のことで、こっちアメリカではその日本みたいに 100% どっちか親権取るっていうのはほぼなくって、何パーセントパーセンテージになります。で私としてはその8割方親権が欲しい、できるだけなので、平日は私が見て、週末の土曜日と日曜日は子供たちのお父さんのところに滞在する、そういう話し合いもしている中で、私が子供たちをカリフォルニアに連れてって戻ってこないってなると、その話が違うじゃないかってなるだろうし、裁判とかになった時に面倒くさいし、私が日本に子供たちを連れてちょっと帰省したい時とか、パスポートを取りたい時とかも、パスポートを更新する時とかも必ずお父さんのサインがいるので、サインを拒まれたらパスポートも取れないし、日本に連れて行けないから、その問題を起こしたくないっていうかね、この子たちの父親としても、例えばじゃあ1週間2週間日本に旅行に行きますって言った時に、じゃあ日本から帰ってこないんじゃないかっていう懸念、そのまま日本に移住してしまうんじゃないかっていう懸念があったら絶対サインしないので、そういうなんか信用っていうか、やっぱり言ったことを守る、サンディエゴに移住するのかっていうのをちょっと考えたけど、やっぱりオクラホマにとりあえず戻って、そこで生活を立て直して、子供たちもその父親に会う時間をちゃんと作って、で信頼関係を置いて、それからパスポートとかもねちゃんとサインしてもらって、離婚のペーパーワークをまだしてないので、そこからまた次のステップっていうのを考えた方がいいんじゃないかと思いました。一番最初にアプライしたホームスクールの先生がオクラホマの先生で、その先生はすごく親身になって、その今の状況のことを考えてくれてて、そのオクラホマからサンディエゴの学校の方に変わった後もずっとその先生は連絡をくれて、でなんかいろいろリソースこうした方がいいんじゃないかとか、リソースとか教えてくれたりしてたんですけど、オクラホマに帰ることを考えてるっていう話をした時にも、オクラホマに帰ってきたら、その私の生活が安定するまでは、その衣食住住むところ、例えば子供たちの服とか、あとはハイジーン、歯磨きとか、いろいろそういう生活最低限必要なものだったり、あと学校にいるもの、鉛筆とか、そういう文房具とか、あとはホームスクールなので
アイラはパソコンの支給とで、アイリはまだ4歳で、スクールはまだいいかなと思ってたんですけど、一応アイリの登録をするとアイリにもiPad が支給されたりとか、その学校からそういう今難しい金銭的に難しい状態の人にはその服だったり靴だったり、そういう衣食住に最低限必要なもの、あとは食べ物とか医療とかそういうものを支給されるってことだったので、アイリーも登録した方がいいんじゃないかって先生が言ってくれて、なんとかねオクラホマに帰ってもサポートをもらえる感じです。またオクラホマの方に着いてからいろいろ連絡したりしなきゃいけないんですけど、という感じでちょっと一旦オクラホマにあとはオクラホマ出るときにいろいろその家の家財の道具を倉庫に倉庫に入れてきて、倉庫の方もそこに保管するのにお金がかかってるし、とりあえずね一回オクラホマに帰って帰ると、土日はこの子たちのお父さんが見てくれるので、とりあえず私の手が土日空くってことで、まず土日仕事が入れられるから、そこから始めていこうかなって思っています。なので学校アイラのホームスクールの学校も、カリフォルニアのサンディエゴの学校からまた前のエピックっていうオクラホマの方のホームスクールの学校に戻ることになりました。こっちのサンディエゴに来るときはもうハートブローケンだったので、一刻も早く友達ん家にたどり着きたいっていう感じで結構すっ飛ばして3日間かけてきたんですけど、オクラホマに帰るのはそんなに急いで帰らなくてもいいので、ゆっくりね帰ろうかと思ってます。キャンプ道具も揃ってるので。セドナが見えてきました。地球の歴史がダイレクトにこの目で見れるっていうのが、セドナはレッドロックと呼ばれる赤い岩が街を囲んでいます。レッドロックの層、いわゆるむき出しになった地球の歴史を見ていると、地球という一つの生命体の中にある自分の命、地球もまた宇宙という一つの生命体の中にあること、すべてはワンネス。この大きな流れに身を任せていると、自然と道は見えてくる。Go with the flow。すべては必要だから起きていること。本来の自分に正直に、唯一無二の自分を生きよう。そう思わされます。圧倒的な自然を目の前にすると、傲慢さも謙虚さも自分を卑下することもなく、ただただ地球とのつながり、感謝と祈り、それしか湧いてこないのです。はい、では見てくださってありがとうございます。いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。セドナ編は次の動画でお楽しみください。バイバイ。